はい、こんにちは。X インクリプト TV のふみです。いつも大変ありがとうございます。私からもありがとうございます。いや、まだ紹介してないです。まあ、すいません。いやー、今日は待望の私の師匠というか、もうお兄さんというか、何と言ったらいいのかわからないんですけど、もうとにかく人生を全て教えていただいた小野崎浩平さんに本日はお越しいただいてます。で、今、どんなことをやってるかっていうのはもうとにかくすごすぎて、僕、今簡単に説明できないんですけども、とにかく日本の将来のために、そして SDGs を達成するために、小野崎浩平さんはいろんな活動をしていただいてます。今日はそんな観点で小野崎さんにお話をいろいろいただこうと思ってますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあまずですね、はい、すいません。小野崎さん喋ると1時間になっちゃうんで、2時間ぐらいね。2時間ぐらい。簡単に自己紹介をお願いしたいなと思ってます。じゃあまず30分ほど自己紹介する。いや、長いです。小野崎浩平と申します。今私はですね、個人でいろいろな活動を行っています。今、荒沢さんから話がありましたように、持続可能な社会、とかライフスタイルはどうあったらいいのかってことを考えたり、行動したりということで、ございます。はい。柱3つあってですね。はい。一つは教育。教育とちょっと偉そうなんですけども、教育っぽいこと。ということで、この4月からですね、聖路加国際大学という大学の、医療政策管理学という分野の教授を、マジっすか？ごめんなさい、聞いてなかったですけど、言ってなかったでしょ？聖路加大学の先生なんですか？聖路加大学って、もともと看護で聖路加ですよ。知ってます？聖路加国際大学という総合大学にありまして、でその中に公衆衛生大学院、スクール・オブ・パブリック・ヘルスがあるんですね。数年前にできました。でそこの医療政策管理学の担当と。で、その付属病院に聖路加国際病院というのもありますので、そこで今、実は授業全部英語なんですよ。小野崎さん、英語喋れるんですか？実は。実は。あんま言ってなかったですけど。っていうか、ごめんなさい。小野崎さんは、ハーバード大学出身なんですよ。これがまた。もともとですね、喋れたらビール、パーティー、スキャンダルみたいなね。知らなかったんですけど、一応大学院行ってですね、なるほど。その語彙が若干増えたのかなと。いや、ということで、それ教育活動が一つで、それは大学の仕事なんですけども、それと別に、個人的に、主に学生ですね。医学生とか、普通の一般の大学の学生とか、を対象にした、勉強会をチャリティーで行ったり。チャリティーっていうのは、事前事業っていうことですか？そうですね。言い方変えると趣味。すごいですね。で、そういうのをやったりと。で、あともう一個はですね、政策。これも長年取り組んでいる医療政策の分野で、シンクタンクの活動をサポートしたり、それから政策関係の、啓発活動をやったりと。公衆衛生プラス政策ですね。で、もう一個は、どっちかというとビジネス。もともとビジネスバックグラウンドですので、いろんな、主にグローバル企業、グローバルな企業の、アドバイザーとかコンサルティングを今、数社ですね。で、このビジネス、政策、教育の3本柱で。で、政策と教育は基本的にチャリティーもしくはほぼチャリティーの世界なので、きちっとビジネスの方のお仕事で、ちゃんとフィーをいただいて、そのフィーを原資にして、この教育活動や政策活動に回すという、私の中での新所得再分配と呼んでるんですけども、なるほど。勝手に所得再分配やってると。なるほど。もう国に頼らないということで、これが主な活動のその1。あと30分くらい。いや、もう3つ主な活動で、ちょっと深掘りさせていただきたいんですけど、先ほど、冗談じゃなくて本当に私実は初めて小野崎さんにお会いしたのがアメリカで、ハーバード大学に僕が行きたいみたいな話で、小野崎さんがふみっていう人がいるんだみたいなところで、アメリカのボストンで多分お会いしたのが初めてだったと思うんです。スタバかなんかね、会いましたね。で、ジョンソン&ジョンソンに勤められてて、思い切ってジョンソン&ジョンソンを辞められてハーバード行ったんでしたっけ？その時にハーバード行ったんでしたっけ？辞めようと思ったら辞めさせてくれなかった。なるほど。在籍したまま行った。なるほど。その時に、やっぱりハーバードの大学院に地位を捨てていこうというふうに思って、地位捨ててないですね、結局。行こうと思ったそのきっかけとか理由とか、そういうのはあるんですか？ありますね。それをぜひ。長い話を短くすると、
やっぱりなんかどっかこのままじゃいけないって思いがあったんですよ。このままじゃいけない。はい。でちょっと遡って話すと、私もともと英語も全くできずに、日本で育ち、はい。ドメスティックで育ちですね、パスポートを初めて取ったのが25歳かな。25歳で初めてなんですか？会社の研修かなんかでシンガポール行くっていうので仕方なく取ったのが初めてだったんですけど、はい。まあ、ちょうど当時90年代で、まあ、ジョンソン&ジョンソンも外資系であるんですけども、なかなかこうグローバル人材が少ないなるほど。ということで、これからは英語できないやつはクビだとなるほど。いう話がありました、本当に。うん。でちょっと火がついてですね、うん。来たのが一つで、もう一個はこれは仕事を通じてやっぱヘルスケアの重要性とか、あと政策、世の中を動かす政策の重要性っていうのにすごくこうまあ、目覚めて、なるほで独学で勉強したんですよ。ど。なるほど。で独学で勉強してたら足りなくなってですね、まあ、私はアホなんでやってるうちにどんどんやりたくなってきて、でまあその後思い立って7年ぐらいかかったのかな。英語ゼロからだからすごいっすよね。バカでしょ。7年もかかっちゃった。でそれで結局34歳で僕留学したんです。すごいですよね。だって結構っていうか、ハーバード大学ってご存知の通り最高峰の大学で、その GRE ですね。GRE ですね。GRE ってかなり難しいテストがあって、トフルも当然受けなくちゃいけないっていうところで、いやー、その努力は半端ないですね。今思えば、はい、7年かかったんですけど、最初の4年半ぐらい無駄でしたね。やっぱこう仕事しながら手探りで準備してます。英語がどうにもならないと。なるほど。まあ今日は省きますが、間違った英語の勉強法で随分時間を無駄にして、で最後の2年半ぐらい結構本腰入れてやって、私ね TOEIC って言ったことあります？ TOEIC の英語のテスト得意です。最初受けた時ね350点だった。あ、満点が990点。あれ鉛筆転がしても、マークシート適当に埋めてもね300点超えるんですよ。なるほど、なるほど。僕真剣にやって350点だやばいですよね、これね。この話してると3時間になりますけど、ちょっと巻きましょう。はい、巻きましょう。はい。なるほど。で、そのハーバードに行って、その、公衆衛生とか医療のマネジメントっていうのを勉強されたということですね。で、そこでやっぱり日本のそのマネジメント、ちょっとお伺いしたことがあるんですけど、やっぱりもっともっと良くしていかないといけないなっていうことに目覚めたわけなんですよね。そうですね。正確に言うと、日本の良さがよりよく分かったっていう。あ、日本の良さがよりよく。異国の地に住んで初めて日本のありがたさが身に染みたっていうのが一番大きいんですよ。それは具体的に例えばどういうことですか？例えば水。ボストンに住んでる時に水はそのまま飲むなって言われたんですよ。なぜかというとボストンは古い都市なので水道管が古いと、その鉛の含有量が多い。なるほど。鉛ってこう神経障害を起こす可能性があるんです。で論文も出てるんですよ。でなのでそのままね水道の蛇口の水を飲めないとか、あと子供が当時、長男と一緒に行って次男が向こうで生まれたんですけど、300万円出産費みたいに、そのね、医療費もバカ高い、生活インフラは質が悪くてどうしようもない、道路はボコボコ穴だらけみたいな、つまり日本で当たり前に享受している公共サービスとかインフラっていうのがいかにいいかっていうことをもう身に染みて感じたんですよ。なるほど。で僕はそれに恥ずかしながら文句ばっかり言ってた。なるほど。日本はダメだ、日本はダメだということを勝手に思い込んでいたということに、これが一番大きな気づきでしたね。へえ。いやでも本当に僕も海外一応いろいろ経験させていただいて、日本のありがたさっていうのはよく分かって、でやっぱり日本の言葉文句ばっかり言う方もいらっしゃるんですけど、やっぱり気づいてもらいたいっていうのは確かにありますね、そこは。これだけのね負担で、私から言わせると少ない負担で、こんな過剰なサービスを受けてる国って他ないんですよ。なるほど。だからやっぱりね、平和ボケしてる。ありがたいというふうにやっぱり思わないといけない。全く。でメディアも含めて文句ばっかりでしょ。日本はダメだ、日本はダメだ。なるほど、なるほど。一回そんな嫌なら出てってくれて、出て他見てこいって言いたいって言ってるんだけど、そういうことを私がね痛感しました、本当に。なるほど。いやそれはすごいですね。